昔の農家は意外と茅だけ乗せて野菜が育ってたんです。今はそれができない。なぜかというと、窒素固定する細菌が畑にいなくなったから。それを定着させようっていう話ね。これで終わり。そしたら根は下に行きます。下に行くと菌糸も下に行ってます。それが合体したら、もう野菜は急に元気になっていく。こんな草を四条菌が食うと言いましたけど、この中身は他の菌でも食えるんですよ。すいません。いいえ、適切な質問です、それは。消えてしまうのにどれくらいかかる？土の中に、土に上に乗せて土かけて消えるのにどれくらいかかる？それは早すぎるよな。あ、消えてしまうのか？食べ尽くすのが。これ？長くて2年、短くて1年。まあ硬ければ1年以上持つけどね。まあこれの場合はもう1年持たないね。半分食べられてるからね。そのくらいですよ。そしたらまた餌仕込まないと。次仕込む時そんな難しくはないんだけど、もうずっと仕込みたくないの。もう1回出たら4、5年仕込みたくない。ということは4、5年持つ餌を入れたいわけよ。まあ例えばストーブでさ、薪ストーブで新聞紙だけ入れとったら毎回新聞紙入れないといけない。これ新聞紙みたいなもんよ。でっかい薪ボンと入れとけば結構持てるやん。ですよね。あれは燃やさ。今度は微生物に燃やさせる。微生物に食べさせるのも燃やして酸化反応を起こすの同じことよね。呼吸によって酸化するのかも燃焼によって酸化するのか同じことですよね。だから燃焼しにくいものを最初に乗せたいと思います。持ってきてください。そこにあるからトラックの上に乗ってる。しかし薪といってもできれば木はね抗菌物質を持っててなかなかキノコが食ってくれません。俺はまだ元気だぞっていう抗菌成分ですね。これはすごく人間にとっては体に健康にいいだからフィトンチッドともよく言われている。そういう成分が多くて微生物が食べられません。これ何年かほったらかしてるやつです。だからもう菌糸が生えてるんでほら見えてるでしょ。これほらこれ全部白見える糸が見える。どうでもいいから見て。それでもう食い始めてますよね。でもこれ多分ねまだ数ヶ月以上経ってから本格的に食い始めて、まあ3、4年は残ってますね。ということは3、4年もう肥料入れなくて済むわけです。だからこれまず仕込みます。どうぞ。これがあるとね植える時にこれ植えにくいからただ1年もするとボロボロになってるから植えやすくなりますけどね。今年植えるのに植えにくいからまあ夏野菜は50センチに1個しか植えないからまあこうしようか。こうがいいな。こうしていくと夏野菜どこでも植えられるね。1畳これだったら1畳上だもんね。2畳上だったら2畳の千鳥上だったら真ん中に置けばいいよね。うちは1畳上だからこれを置く。はい、どんどん置いてきて。はいどんどん大体やって。ちょっとできるとすればでかいね。あればね、こういうのもこう入れていいんですけど、今日はもったいないからもう入れない。今日はだからもうそれとこれほら少し菌が来てるから多分草で十分いけると思います。草を乗せてください。もみ殻があったらもみ殻だけでもいいんですよ。もみ殻だけでもいいし草だけでもいいけど木だけはダメね。なんで？木だけはどうしてダメなの？もみ殻だけでもうまくいきます。草だけでもうまくいきます。でももし木だけだったらどうしてうまくいかないの？そうそう、でかすぎて火がつかないのよ。いつまでたっても市場菌が増えないよね。だから2、3年はうまくいきませんね。もっともっとたっぷり濡らすんじゃなくて、もし乾燥してあったら一雨当てないといけない。今日は土も濡れてるし草も濡れてるからもう一雨当てません。はい、十分草乗せました。でこのまま置いとくと、上の方乾燥しすぎます。そしてあまりにもふわふわしすぎてると菌糸は生えません。わかります？外に草を置いてたらさ、表面菌糸生えないやん。地面とのすれすれのところに白い菌が生えてるじゃん。湿ってないとダメなの。びちょびちょもダメけどカラカラもダメなんですよ。だからこのままだったらカラカラになるので、雨でないとダメなんです。雨でないとダメ。例えばジョロでって水をまいて湿らす。いやいや時間かかる。
もううまくいかない。雨が一番いい。雨がいいから、待たない。はい。自然現象待たない。そうそう。ほら、スコップ持ってきて。で、このスコップで周りのこう掘って、薄くこうかけてください。こう面を掘って。一番最初、とにかく私もいないしこの子もいない畑だから、市場菌も地底で細菌もいない畑の中に新たにこのメンバーが入ってこないといけないの。そのためにわざといろんな工夫をしてて、で一旦入ってしまえばそうは簡単に逃げないと思うんですよね。だから最初は入れちゃいけない。でメリハリをつけて入れてくださいね。もうちょっと一箇所の場所を量を増やす。この辺。いくら乾燥しても押したところだけは水が上がってくるから、ここが濡れた土、ここが濡れた土、ここいくら乾いてても湿度だけはありますよね。湿度さえあれば市場菌は食べることができます。濡れてなくても。だから、必ず市場菌が出るようにわざとところどころを押さえたということになります。でこれで市場菌が早くて2ヶ月で出てきます。かなりね。そうすると今出てきません。寒いから。3月ぐらいから出てきたとして3月4月だから5月の頭には植えられる可能性が出てくるということです。で植えられるかどうかは開けてみて、ちょっとでも市場菌がちょっとでも見えたら大丈夫。全然見えなかったらいるとは思うんですけどね。ちょっとまだ少ないから心配。だから早めにやっとった方がいいと思う。市場菌って実際は微生物ですから見えないの。細い糸ですよ。ところが細い糸がくっつくわけ。そういうもの同士がくっつくと太くなっちゃうね。そうすると結構見える糸になります。その見える糸同士がもっとくっつくとキノコになっちゃうんです。キノコも結局市場菌がくっついただけですよね。だから見えないからいないわけじゃないんです。だけども一応見えるものが見えるものがない、全然見えないとなればあんまり少ない状態ですので、そこで野菜を植えたところで菌がつながらない、菌が少ないからねということになります。はい、ここまでで何か。はい。はい。栽培されてる方が、はい。プラスチックを持ってらっしゃるんですけど、これは中に入れるのはあまり良くない。どうして？どう思う？なんか薬剤になってるような気がする。そんなことないよ。そんなことしたら菌動かないもん。少なくとも菌が動くような動いてるからね。本当そこまでよくわかんない。入れてうまくいくんですけどね。なんでうまくいくのかよくわかんないですよ。市場菌っていっぱい種類がありますよね。でそれぞれの市場菌によっては病原菌もあるし、いろんなお野菜との相性があるはずなんだけど、結果的に今私がしてるいろんなものを入れていろんな市場菌入れるんだけど、全部うまくいくんですよ。だから全ての市場菌がお野菜とつながりやすいのか、それとも実際いろんな市場菌が出たにしても、それとまたお野菜につながる市場菌が別でね、そこにまた別の市場菌が介在して入ってるのか、そこは研究しないと分かんないですけど、実用的に言うと私たち現場でやる人にとっては何やってもうまくいく。何入れてもうまくいかない例がない今のところ。すごい。だからせっかくそういうホダギっていうのはもうほとんどキノコが出て、もう分解かなり進んでて、もうあともっと分解するだけの食べやすい状態です。だからすぐ効果がある。一番にハイホダギが一番簡単。はい。ハイホダギ、ね。もう終わったものですね。もうはい、そうそう。廃菌症は廃菌症またはハイホダギ。菌床っていうのはブロックね、人工的に作った場合が菌床。はい、他に、はいどうぞ。草を乗せる下の土の状態なんですけど、例えばスコープって本当にもうスコップ入れ
いったことがないようなところに盛り上げて、こういうことをやってもうまくいくのか、やっぱり一回こう耕してからやった方がうまくいくのか。それはどっちだと思う？俺もそう思う。ただ耕さなくても自然界で考えれば、耕さなくても少しずつ市場金が入っちゃ自分たちが暮らしやすいように土を弾力構造を作っていくんですよ。でまた少しずつ入っていきますので、硬くても大丈夫と思うんですよ。でもどうせ時間があって、例えば炭を混ぜるんだったらどうせ混ぜるやん。でその時混ぜさえすれば二度と今度は混ぜないから、今度あとは収穫ぐらいの時で収穫で混ぜるぐらいでさ、あんまり混ぜないから、もう最初だけだはちょっとずつ混ぜながら少しずつ面積増やしていけばいいんじゃないですかね。はい、他に。ただね、混ぜるか混ぜないかよりもとにかく溝を掘ることよ。そしたら混ぜようと混ぜる前と溝さえあれば水はスッと流れるから、雨水は。それが一番大事。うちの畑も結構ね、もっと掘ってたから。あの頃よう掘ったよねってぐらい掘ってる。今見えない場所、掘ってる場所。だってもう排水が良くなると水を掘る必要がなくなるからね。だから最初だけなんです、掘るの。はい、他に。はい。炭を混ぜる場合はどのぐらいの深さに混ぜていいですか？全体ですよ。ここに。すごいの焦っとった。そうここ持ってきて混ぜる予定だったんです。そう、この上に炭をコンテナいっぱいの炭をポンと乗せて広げてよく混ぜて、それから今日のようにする。あとは山でpHのえらい低い畑でする場合は、できればカキ殻石灰を先に入れとった方が話が早いですね。柿の殻で強制的にpHをちょっと上げるから。これ自然農だったらそういうこと絶対しちゃいけないんだけど、しなくてもじわっとね、自然の力で必ずいい方に持っていくんですけど、また何年かかかっちゃうから、元が来ないとね。だからもう最初から入れて、途中からもう入れたくなければ入れんでいいから、最初だけは入れとった方が話が早いよっていうことですね。はい、他に。はい。下に入れる木は今塊のまま入れたんですけど、それは切りたての木とかでもいいんですか？置いた木じゃないと。どう思う？どう思う？それは置いた方がいいと思いますけど、新しい芽の木でもいいのかなと思いまして。どう思う？答えまず言ってみて。なんでわからんすよ。自然界は全部分解するんだから。そうでしょ？で黙って置いとってね、ボロボロになった木やったらうまくいくわけでしょ。で新しいものを入れたら、そういう土の中でその新しい木がボロボロの状態になるまで 1,2 年かかるわけよ。だから 1,2 年遅くなるわけだから、今日も新しい木も一緒に入れとけばよかった。ほんたら5年3、4年後からまた聞き出してさ、ほんたら10年ぐらい聞いちゃう。そしたらねえ、いいと思うよ。電信柱なんか一番いいのだから、畑に電信柱ポンとの外で畝作ってそのまま作ればいいわけだからね。やり直さなくても何年もこの状態でできる。そうただ最終的に途中で入れることがありますけどね、それは植えた時に穴がいっぱい開くから、そこに木を差し込んでもいいし、場合によって一旦マルチ剥いでもいいし、でこのマルチは多分ね 3,4 年は使ってください。3、4年も使うとだんだんふかふかになってしまうので、もうマルチをしなくても済むようになります。排水が良くなって、そうするともうそのまま草を上に乗せるだけです。それが昔の茅農法といって、昔の農家は意外と茅だけ乗せて野菜が育ってたんですよ。今はそれができない。なぜかというと、窒素固定する細菌が畑にいなくなったから。それを定着させようという話ね。これ本当に定着してしまえば、もう昔のように竹や木を上に乗せるだけ。それで今何年もこの畝をそのまま使うということですか？そうですそうです。何回もその草を置いていってずっとそれをそこの間に植えていって使うっていうことですか？そうですそうです。すごい。そうここに植えていくんですか？これは取るから、もう最初だけだから。これは取ってしまって、このマルチを剥いだところに植えるんですか？じゃあ見せるからね、今これが今6月になったとしましょう。はい、なりました。
さあどうなってるかな。開けてみましょう。開けます。あ、ほら見える、少し四条筋がついてる。ほら上まで上がってきてる。ほら白いやろ。ほんでほら草ほらだいぶボロボロになってる。ほらうわほら白になってる。ほらすごいすごい。でこれ開けます。そしたらここにまだ草、本当はもっと草小さくなってるからね。あらちょうど木に当たった。当たりやな。そしたらちょっとずらす。ここでここに種をまいてもいい。あらまだ草がある。要するにここにほら、あ、木もずれるわ。ほらちょっとずれた。ここに土が見えますよね。ここに例えばオクラの種をまく。それでオクラの種まいて、でそのまま水かける。ちょっと深いけどね、かえっていいんですよ。深いから乾かないから必ず苗が出る。何もしなくても1回水やるだけでもう二度と水やる必要ないね。やりやすいですよ。苗を植える場合は1回水をかける。ここで下を濡らす。そしてポット苗を入れて、それでちょっとポット苗と草の間に土をこう流し込む、ね、そして1回水でしっくりいくように水を流し込む。これで終わり。そしたら根は下に行きます。下に行くと菌糸も下に来てます。それが合体したらもう野菜は急に元気になっていく。後で座学で写真見せますから、でこういう穴を今開けてしまいましたけども、ちょうどいいんです。これくらい開けとった方があっちこっち面白いの変わりたい。なんか今本当は開けとってもいいぐらいなんですね。で例えば夏野菜だったら私の場合は真ん中に例えばナスとかをこう植えていく。きゅうりでも植えていくでしょ。でその時にその穴だけだと乾きやすいんですよ、夏は。だからもうちょっとあちこち穴を開けとく、開けとくの方がいいです。少々穴開けたってマルチしてるから結構下に流れてしまいます。穴開けるからってこれ全部外してしまうと本当に雨降った時にびちょびちょになって四条筋死んでしまいます。穴開いてたらそこのところの四条筋なくなるだけで周りにいっぱい四条筋が増えますので、やっぱ穴開けとマルチ剥ぎは全然意味が違います。本当だから秋野菜からするのが一番いいんですよ。秋野菜はほら穴開けちゃずっと小松菜とかいろいろね、大根とかブロッコリーとか植えた。その穴をいっぱい開いてる中で次夏野菜は真ん中のそれだけ植えていって残りの穴はそのまま開けっぱなしということになります。草とかがこうなんか出てちょっとぐらい穴開いても気にしなくていいっていうことですね。ちょうどいいぐらいね。ちょうどいいぐらい。だからその草があんま大きくなりすぎたら取っかかった。野菜を作るまでどれくらい待ったらいいんですか？このマルチをした後。聞いてなかったの？白い菌糸が見えてから。それが一番早くて2ヶ月、遅いと5、6ヶ月かかるかもしれない。そこは早くしたいんだったら最初から菌糸のついたものを入れるわけ。もみ殻だったら去年のもみ殻ね。去年のもみ殻って本当にキノコが、あと写真見せますけど、もうキノコが出てくるようなもみ殻が結構ありますよ。で今でいいんです。今新しいもみ殻を置いとってもいい。来年になったら今置けば今年の6月ぐらいにはもう菌糸張ってますよ。それを仕込んでもいいし、また新しいもみ殻しかなかったら今ここにもみ殻敷いて、で来年の3月ぐらいまでマルチをせずにいつも雨に当てとく。風で飛ぶから土まで乗せてよ。わかる？もみ殻ここ敷くわけで、同じ土乗せるわけで、そのまま置いとく。マルチせずに。時々雨降ったり雪降ったりしながらだんだん水を弾かなくなるから、もみ殻が。そして3月ぐらいになったらだんだん温度が上がってくる。そこでマルチをする。そしたらそこから四条菌が出てくるから、6月に植えるのが間に合う可能性が高い、ということになります。すいません、マルチを土にはめ込んだ場合の指で穴を開ける感覚とかちょっと見せていただけますか？見せるの？今日はというかやっぱりトンボでしてほしいんですよね。トンボでしかできないやろ、こんだけ畝高くしたらね。自分が作った畝と自分が買うマルチの長さよく計算しないとえらい目に遭います。ああ、そうか。意外と長く作っとった方が。高く作るとそういうことかやとかスズキのあれを使う場合多いんですけど、すっごいかさばるから思ってた以上に膨らむんで、そうすると
全然裾がすんたらずで、風がバーバー吹くところはもうこのトンボじゃ無理なところがあるので、はめ込むんですよ、もう土に。その時に指でまあとにかくまあ幅としては180やね、最低180は欲しいところですね、210になると送料が一定に急に高くなる。180を変えた方がいいと思います。それでこの横をね完全に土でもし押さえることができた時、そうすると空気が出にくくなるわけ。これ全部押さえてしまったら、その時は穴を開けないといけないね。だからどれくらい干せばいいかって、要は膨張した時の水が出れば、空気が出ればいいんだから、大して穴を開ける必要ないですよね。まあ逆に言うと雨が降った方がいいぐらいだから、ちょっと大きめの穴を開けた方がいいな。それこんなのが一番いいんじゃないかな。でどこでもどこでもいいですよ。こうやって掘っていく。こんなに長いぐらいかな。あとはもう上でもどこでも掘っとけばちょうどそこから水が入ってきますよ。でも上はどうせ穴を苗を植えるから、上は掘らない方がいいな。そうごめんなさい、苗を植えるまでの話だから。その時は穴が全然ないから、その時はまあ横をこうして穴ちょっとところどころ掘っとけば大丈夫です。要は膨張した時に出さえすればいいんですよ。空気が膨張した分だけは素直に出てしまえばいいということですね。あとさっき米ぬかを使ってもいいですかっていうお話の中で、有機農法とちょっと頭の中が混ぜこぜになっちゃって EM 菌をかけたくなっちゃう人がいるんですけど、それについて。はい。EM 菌は基本的に糸状菌使ってないから、最初は入れない方がいいと思います。でもうまくいきだしたら EM 菌すごく相性いいと思いますよ。別に糸状菌だけが生きてるわけじゃないから、糸状菌の出したものを食べていろんな菌がいっぱいこの中にいるんですよ。一番トップで硬いものを食う糸状菌を入れただけ。でもその糸状菌が完全に定着するまでは、逆にああいう EM 関係のぼかしとか入れちゃうと、乳酸菌とか酵母菌とか他の菌がボワッと増えちゃうから、そうするとこんな草を糸状菌が食うって言いましたけど、この中身は他の菌でも食えるんですよ。だから糸状菌が食う割合が減っちゃうのね、他の菌に食われて。だから最初はそういうものは入れない方がいい。もう本当に何も入れない方がいい。自然のままで大丈夫です。ただもう定着して大きくなりだした時にね、人それぞれだから、EM 菌が好きな人はぜひね使われたらまた面白いと思いますけどね。あとさっきナスとかいろんなものありましたけど、人参すじまきに関してはすいません。いいえ、適切な質問です。それはこれほら穴を開けて植えないといけないから、筋巻きにはすごくやりにくいんですよ。だからどうしても人参植えたい人はちょっと長めの穴開けてやっぱり植えるんですよ。でまたここに全部繋いだら外れてしまうから、だから繋がんようにして穴開けてそこに植えるんですけど、でも人参っていうのは種が小さくて発芽まで時間かかるし、その間もし大雨が降った時に深いところに土が埋まる場合があるのね。埋まったら発芽しにくいんですよ。だからもう人参はこれで最初の土作りの時には使わない。だんだんこれがもう土が良くなってさ、もうマルチもいらなくなってからの時に人参植えたらいいんじゃないですか。だからそれまではこの農法じゃなくて普通の有機農法、普通の有機農はまた説明ちょっとしますけど、だからうちの畑もその辺が全部普通の有機農法ですから、でやった方がいいと思います。筋巻きでもだったらほらゴンベイでは簡単に筋巻きで砕いて植えられますしね。それができないですね。だから苗を植える時用にはちょうどいいけどね。冬野菜もだから人参とかほうれん草はあんまり向いてないね。でもチンゲン菜レベルになるともう穴開けてつけた方がしっかりいいのが育ちますよ。大根も全く問題なくてね。はい、他に。じゃああとは座学に行きましょうか。